テレビアニメ「宝石商リチャード氏の謎鑑定」オープニング主題歌柳凪さんで「宝石の生まれる時」でした。A&G トライバルレディオエジソン。文化放送 A&G トライバルレディオエジソン、江口拓也と天崎浩平がお届けしています。さて、ここからはトライバルスクエア10時台。特集はパラドックスライブ。そしてゲストはこのお二人です。皆さん、こんにちは。こんばんは。梶原学人でーす。はい。よろしくお願いします。そして、こんにちは、こんばんは。黒猫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうね、梶原くんがね、こんにちはって言っちゃったから、ごめんなさい、黒猫さんも間違えちゃったな。空気を読んで、こんにちは。ありがとうございます。気が合ってます。間違ってないように、多分やってください。僕が台無しにしたんですけれども。まあ、そんな中ね、梶原さん。はい。昨年末の2019年の忘年会以来、ということなんですけれども。ありがとうございました。今日は、ポジティブかネガティブかで言ったらどっちなんですか？そうですね。まあ、ポジティブよりのネガティブとか。なんだよ、どっちだよ。いや、基本なんかネガティブなところがあるんで。前回はそんなお話をね。そうなんですよ。まあ、そんな話をね、すごいやってたんですけれども。免許なんかその、免許が取れない。そうですね。去年、結果、こう、通いたかったんだけど、結果通いきれずに、もうすぐ、その、もう通った分も全部期限が切れちゃうって言って。だからもう、1月の初めから、一生懸命通えば、ギリ取れるから、頑張れって去年送り出して、わかりました頑張りますよってやれますよって言って、勢いよく。あ、もう、キンキンで報告受けられるから、いかがですか？そうですね。はい。潔く諦めました。なんでだどのあたりの時点で諦めたの？そうですね。やっぱり1月入りまして、年が明けて、1月入って、仕事始めから、こう、いろいろ、アフレコとかやり始めたぐらいの頃に、これからのスケジュールを考えて、あと1ヶ月以内に、こう、いちいち計算していったんですよ。そしたら、あ、終わったと思いました。もう諦めようと。まあでも一応あがいたことはあがいたんですが。あ、そうなんだね。もっと、そこはまたお話しできる機会があれば。なんで貯めようとまあまあいいでしょう。その時にまた聞きましょう。そして黒猫さんはエジソン初登場ということで。はい。よろしくお願いします。お願いいたします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということでね、そんなお二人が出演しているパラドックスライブなんでございますけれども。まずはですね、こちらどんな世界観のコンテンツなのかということをちょっとご紹介いただきたいなと思います。はい。パラドックスライブとは、幻影ライブがムーブメントとなった近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る4つのチームが、謎のステージバトル、パラドックスライブに挑む姿を描くヒップホップメディアミックスプロジェクトでございます。はい。登場するのは4つチームがあるんです。4つチーム4つチームがあるんです。4つチームあって、個性派揃いの新世代カリスマ3人組ユニットの、ベイ。で、気高き高校の実力派4人組ユニット、ザ・キャッツ・ウィスカーズ。そして社会を憂うスラム出身ダウナー系双子ユニット、コズメズ。で、結束の固いギャグ5人組ユニット、あかんやつらの、はい、4つのチームになっております。なるほど。ちなみにお二人が演じているのは、まあこちらのベイに所属するキャラクターということなんですけれども。はい。梶原くんが、菅座のアレン。そうなんですよ。菅座のアレン、MC ネームスザクという子を演じております。そして黒猫さんがアン・フォークナー。はい、そうです。MC ネームがアンジー。MC ネームっていうのもあるんですね。そうなんですよ。なるほどね。そして村瀬くんが演じるヨン・ハジュンを含む3人組ユニットということなんですけれども、こちらお二人のキャラクターそれぞれどんなキャラクターなんでしょうか？梶原くん。僕が演じるスザクはめちゃくちゃヒップホップオタクで、なるほど。ツンデレなんですよ。普段はすごくこうなんだろうクールにしてるところもあるんですけども、こうなんか自分が好きなヒップホップのこととかになるとすごく熱く語ったりとか、なるほどね。こうなんか出れるっていうか、まあそういう一面も見せるっていう二面性を持った子ですね。でも好きでしょうがないみたいな。そうですね。熱くなってこう急に語り出すっていう。なるほどね。そして黒猫さん演じるアン・フォークナーなんですけれども、もうこちらねまあキャラクターのね絵ありますけれども、あれかわいいですよね。そうなんですよ。可愛いんですけど、男の子なんです。
ありがとうございます。男の子です。男の子。男の子キャバ嬢っていう。男の子キャバ嬢。男の子キャバ嬢。つまりはキャバクラで働いていらっしゃる。そうです。男の子。それは男の子としてもうバレているところもあるし。まあそう知らずに素敵ってなってる人もいるし、まあそうでしょうね。この見た目だったら僕も素敵になります。これは間違いなくなると思いますけれども、なるほどね。そういうキャラクターということでございますね。まあね、そんなキャラクターの中でね、まあ公式プロフィールではね、なぜかみんなトラウマという項目のところを見ることができないということなんですけれども、まあこちらね、どうですよ、お二人このコンテンツへの印象みたいなものって何かあったりとかしますか？そうですね。かぶりましたね。なんか曲の中で、ラップとかを歌わせていただくことがやっぱ多いんですけども、普段歌う曲とはまたちょっと一味違うというか、やっぱレコーディングとかですごく僕らさっきもちょっと裏で話してたんですけど、曲撮るの大変だったんですよねっていう話を。めっちゃ大変でしたね。まあ本当にまあ存じ上げてるの黒猫さんこうやってね、歌めちゃくちゃお上手で、やっぱり難しいかったですか？こういう曲調みたいなものってやっぱトライしたことっていうのはまあ今まであったりとかはそんなになくってですね、普段はボーカロイドという楽曲をカバーさせてもらったりしてるんですけど、ラップというものがそもそもあまり得意ではなくて、どちらかというと避けてそうなんですか？歌えないジャンルだからちょっとあまり挑戦はしてこなかったんですね。なるほど。でも今回このパラドックスライブにお誘いいただいて、じゃあいざラップってどういうものなのかっていろいろ聞いてみたら、本当にラップって言ってもいろんなジャンルのラップがあって、その上で今まで歌っていた曲っていうのがメロディーに音を乗せて、でそこに感情を埋め込むっていう感じだったんですけど、ラップはなんか言葉に表情を乗せるっていうか、なんて言ったらいいですか、歌うとはまた別のカテゴリーで、こんな難しいのをあの人たちはすごい軽々と歌ってるのかっていう衝撃を受けました。なるほど。やっぱりそれもいろいろ聞いたからこそ難しさというか、そうですね。まあ歌というものに向き合ってたからこそ分かる部分というか、なるほどね。小島君もやっぱりそのなんか難しさみたいな。そうですね。でも僕らのキャラクターみんなトラウマを抱えてるっていう先ほども話があったんですけど、僕自身のちょっとやっぱネガティブな部分が生きたなっていうか、僕自身のネガティブな部分が生きた。そうやっぱそう自分とこうリンクさせてこういろいろこうね過去にこういうことがありましたっていうのもこう自分なりに僕もこういうことがあったなっていうのを埋め込みながらっていうかこう考えながらやったなっていう、そうですね、ありましたね。そうなんですよね。この幻影ライブっていうのはファントメタルと呼ばれる特殊な金属を含むアクセサリーと自身の DNA と化学反応させることで感情とリンクした幻影を作り出し華麗なステージを見せることができると。そうなんです。その裏でトラウマの原因に苦しむという反作用も持つということです。じゃあそのトラウマあればあるほど感情がこう高ぶるから、そこでリンクさせることによって凄まじいパフォーマンスにつながっていくみたいな。そうなんです。僕のこういろんな経験も無駄じゃなかった一体どんな経験があるんだ。何がそういう話になりますけど、まあ感情をぶつけるという点ではね、確かに素敵な話ですね。そんなパラドックスライブ初となる CD が2月12日にリリースされます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこちら2月12日リリースということで、ファースト CD なんですね。そうなんですよ。こちらパラドックスライブオープニングショー。はい。各チームがパラドックスライブのオープニングショーで披露する楽曲が収録されているとのことなんでございますけれども、ベイはどんな曲になってるんですか？そうですね。めっちゃかっこいい。かっこいいですよね。おしゃれですよね。おしゃれですね。おしゃれに。やっぱ僕たちのユニットがやっぱみんなこう国際系の大学に通ってる子たちですごい英語とか韓国語喋る子もいるんですけど、そっか。言語多言語が堪能というか、で曲の中でもすごいその英語韓国語が出てくるんですけど、その辺がすごく印象的で。じゃあもうなんだろう、それもちゃんとこう勉強しないとというか。そうなんですよ。
大変じゃないですか。違う言葉でラップやらなきゃいけないっていうのが新しく学校に入った気分ですね。そうですよね。やっぱりそのレクチャーというか、そういうのをやっぱ教えていただくような時間っていうのを設けたりとかして。そうですね。やりながら話し合いつつ、ここはもっとこうしましょうっていうのをもうリアルタイムにアドバイスもらいながら。どういう風な言い方をしたらねかっこよく聞こえるんだとかね、そういうのもあると思いますしね。へえ、それは面白いですね。ではここで1曲お届けしましょう。ゲストのお二人から曲紹介お願いします。はい。どっちにします？どっちからですか？じゃあ私ここ上読みます。わかりました。今2月12日リリースファースト CD パラドックスライブオープニングショーよりベイでベイン。お届けしているのはベイのベインです。おお、なるほど。ファンじゃないんですか。なんかでもちょっと細かいところがやっぱディレクションがあるんですよね。でもいろいろとあったんだね。そうなんですよ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。まあこのねファースト CD、パラドックスライブオープニングショーにはですね、楽曲に加えてバトルに向き合うラッパーたちを描くチームごとのボイスドラマも収録されているということなんですよ。こちらもじゃあなんかそのストーリーじゃないですけれども、そのまあこの世界観にいざなうようなボイスドラマが入っていると。それぞれのトラウマにつながるようなお話ももちろん入っています。自己紹介みたいな、聞けばそのキャラのなんか性格とかがなんとなくこういう感じだっていうの。でも黒猫さん男の子って演じるって難しくないですか。いろいろしかもキャバ嬢だしキャバ嬢だしなんかいろいろとなんかいろんな設定あるじゃないですか。男の子可愛いし。どうですかなんか演じてみて。やっぱ女しすぎず、いやね、男しすぎない。いや絶妙よね。でもちょっと幼くなりすぎない。いやどうしたらいいんだ私がトラウマを抱えそうでもそこはバチコンと乗り越えて、そしてさらに今後の CD リリースも決定してるんですよね。なるほど。3月31日にバトル CD 第1弾としてパラドックスライブステージバトルデザイアベイコズメズ、5月8日リリースバトル CD 第2弾パラドックスライブステージバトルジャスティス、こちらはザ・キャッツ・ウィスカーズとあかんやつらの CD となっております。こちらすべての CD に投票ポイント券が購入されているということで、こちらもぜひチェックしてみてください。ということでパラドックスライブオープニングショーは2月12日にリリースされます。ぜひチェックしてみてください。さてここからはゲストのお二人と一緒にこんなクイズ企画をお届けしていきたいと思います。題して
トラウマクイズ。はい、ということで、先ほども触れましたが、パラライのキャラクタープロフィールにはトラウマが隠されています。そこで、今夜はリスナーさんのトラウマエピソードを募集し、それをクイズ形式にして出題していきたいと思います。ガンガン来てるんで、じゃんじゃん紹介しましょう。ではお届けしましょう。まずは、サークルヒルさんからでございます。トラウマクイズ。ラジオネームサークルヒルさんが小学2年生の時、学校の先生のとある行動をきっかけにトラウマを抱えてしまいました。その出来事とは何でしょう？小学2年生？僕も答える側でいいんだよね。そうです。僕が出題者でお三方で答えてください。先生がですよね。何回答えてもいいですよ。黒田さん。二人一組を作ってくださいと言われた。うわそのトラウマは僕もある。めちゃくちゃわかる。あ、違うんだ。じゃあ違いますね。はい、どうですか？はい。はい、ガク。先生が、自分のメガネをめっちゃこうクイクイする。違うか。違うか。自分で諦めちゃったかいっていうのやめちゃって。はい、エグさん。お残しは許しまへんでタイプ。なるほど。じゃあもうちょっとね、ヒントいきたいと思います。ヒント。サークルヒルさんは掛け算の九九が、苦手だったそうです。はい、エグさん。言えるまで帰れまてん。惜しいでも惜しい。掛け算。掛け算。掛け算が苦手だった。惜しい。これですね、ヒント2。ある日の夜、サークルヒルさんが自宅にいると、あることが起こったのです。はい。黒田さん。家まで先生が押しかけてきて掛け算を唱え始めた。怖い。でもはい。先生が夢の中に出てきて、掛け算をやれっていう永遠に夢を見る。でもなんかそれもすげえ怖いけど違う。はい。違うか。はい。というわけで正解はですね、先生から電話がかかってきて7の段を言わされたことでございます。はい。今から7の段を言えって言われて。7の段。それ以来電話に出ることが怖いらしい。それで。はい。じゃあ続いていきましょうかね。アホのアスピさんからいただきました。ありがとうございます。ラジオネームアホのアスピさんは授業中のとある出来事をきっかけにトラウマを抱えていました。その出来事とは何でしょう？はい、江口さん。先生のことをお母さんと言っちゃった。よくある。でも違う。はい、黒田さん。先生がお母さんだった。先生がお母さんだった。それはもうトラウマっていうかなんだろうな。衝撃の事実。確かに怖いわ。でも違います。はい。ガク。牛乳飲みすぎて鼻から吹き出した。それは違います。それはあるかもしれないけども、ヒントいきますよ。お腹が空いた時よくあることを、クラスメイトに聞かれてしまいました。はい。どうぞ。隣の席に、好きな女の子が、来て、すげえ喜んでたら、違う。じゃあ、黒猫さんいきますか？お腹が鳴った。お腹が鳴った。お腹が鳴ったんです。お腹が鳴って。お腹が鳴ったんですけども、お腹の音と、おならの音を聞き間違えられる。正解。すごい。経験者かもしれない。時々違う。今のはお腹なんだよってあるじゃん。今のは違うんだよってやっぱりあるから。正解でございます。しかもアホのあずみさんは、このことを陰で広められてしまったそうです。なのでちょっとトラウマをそうなんで抱えてしまってるそうです。言ってくれ。はい、じゃあ続いていきたいと思います。ちみみさんのトラウマクイズ。ラジオネームちみみさんは中学生の時、水飲み場でとある出来事をきっかけにトラウマを抱えていました。その出来事とは何でしょう？蛇口から水を飲もうとしたそうです。その時に何かトラウマを抱えてしまった。江口さん。蛇口の中に虫がいて口の中に入ってきた。怖い。田舎あるある。マジか。俺は何度もやっている。すげえ。まさにそうです。正解は蛇口からかまど馬が出てきた。やだ。かまど馬。その蛇口は一度も使えなくなったそうです。本当に田舎あるあるだそうです。まさに正解でございました。聞いただけでトラウマになる。鳥肌が立ってきたぜ。じゃあ、続いていきたいと思います。いちごサンタさんのトラウマクイズ。ラジオネームいちごサンタさんは高校生の頃、とあることを間違えたことがトラウマになっていました。そのトラウマとは何でしょう？間違えた。はい。今高校生はまさに受験シーズンですね。受験シーズンで何を間違えた？何を？受験会場を間違えた。江口さん。江口さん。全然分かんなかった。お二人の答える暇がない。江口さん。ゲストに答えさせたいパターン。すごい。正解でございます。模試の試験会場間違えたことでございます。もうやだ。じゃあ続いていきますよ。明日の海さんからいただいたトラウマクイズです。
ラジオネーム、明日の海さんは、校外学習で上野に行った時、とある出来事がトラウマになり、それ以来上野に行けなくなってしまったそうです。その出来事とは何でしょう？はい。じゃあ、ガク。パンダが人面だった。怖い。本当のやつ。めちゃくちゃ怖い。本当に怖いじゃん、それ。じゃあ、黒猫さんいきます。動物が脱走してた。違います。はい。エビさん。キャッチのお兄さんに、サービスしますよ。違います。さあ、キャッチのお兄さんに動物園に連れて行かれた。キャッチのお兄さんシリーズいらないです。動物園関係あります？動物園、動物が関係あるかな。駅の近くで起こったちょっと不運な出来事です。はい、エビさん。糞を踏んだ。惜しい。怖いぐらい惜しい。糞を落とされた。でかい。そっか。はい。よし。というわけで、鳩の糞を顔面でキャッチしてしまったそうです。顔面で。この辺よく糞が落ちてくるよって言われて、上を見た瞬間落ちてます。そんな漫画みたいな演出ある。すごいですね。すごいね。はい、というわけで、ここまででございます。みんないいトラウマありましたね。はい、ということでね、残念ながらゲストのお二人とはお別れの時間になってしまいました。最後に改めてお知らせ、そしてメッセージお願いします。はい。2月12日に、ファースト CD パラドックスライブオープニングショーがリリースされます。そして3月31日には、バトル CD 第1弾、パラドックスライブステージバトルデザイアー、こちらベイコズメズでございます。5月8日には、バトル CD の第2弾、パラドックスライブステージバトルジャスティス、こちらはザ・キャッツ・ウィスカーズとあかんやつらの CD となっております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもうこれからね、これから盛り上がっていくというところでございます。意気込みなんかありますか、お二人？意気込み。やっぱり今その。お二人ずつで大丈夫ですよ。どっちからいきます？じゃあじゃんけんします。じゃあ僕からいきます。そうです。やっぱりベイの楽曲はすごく僕一番自分がメンバーっていうのもあるんですけど、英語とかその他にはないこのなんだろうかっこよさとかもあったりするので、そういうベイ独自のかっこよさをこれからももっともっと知ってもらえるために頑張っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ黒猫さんお願いします。挑戦したことないことなので、頑張ってやっていきたいなという思いと、あとは純粋にファンの一人としてこのコンテンツを楽しみたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで10時台のゲストは梶原岳人さん、黒猫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。